ロボットのプログラムを使用し、統計情報を表示する方法を説明します。ワークの数をカウントするロボットプログラムを作成し、ロボットのステータスをグラフで表示します。動画内で使用するジェミニのファイルをダウンロードします。ファイル名は、else if and set state statements in robot programming underline before.vcmx です。セルグラフタブを開きます。セルグラフウィンドウを確認すると、コンベアのセンサー、ロボット、フィーダーが配置されていることがわかります。シミュレーションを実行すると、フィーダーがコンベア上を流れます。シミュレーションをリセットします。ロボットプログラムを使用して、ワークがコンベア上のセンサーを通過したときに個数をカウントするため、ロボットとセンサーのシグナルを接続します。接続、シグナルを選択します。ロボットをクリックすると、使用されているシグナルが表示されます。ワークが通過したことをロボットに通知するため、コンベヤーセンサーのセンサーブーリアンシグナルと RV7HRL の入力を接続します。入力シグナルは100を使用するため、0を100に変更します。プログラムタブを開きます。ワークがセンサーを通過したときに、センサーがロボットに通知し、出力ウィンドウにメッセージを表示するようプログラムを作成します。ワークが通過したという内容を3個目まで表示し、3個通過したら、ワークがストップするという内容を表示し、シミュレーションが一時停止するようにします。ロボットのステータスを可視化するため、統計も設定します。プログラムエディターウィンドウのサブプログラム、メインにプログラムを作成していきます。ワークがセンサーを通過するまで、プログラムを待機します。ワークがセンサーを通過するときに入力シグナルの100に true が送信されるため、入力シグナルの100が true になるまで待機するようにします。バイナリ入力待機ステートメントを追加します。ステートメントプロパティの入力ポートを100にします。入力値にチェックを入れて true にします。トリガー待機は特定の動作などをトリガーとして処理を実行する場合に使用します。今回はトリガーで処理をしないためチェックを外します。ロボットのステータスの統計情報を設定します。状態の設定を追加します。ワークがセンサーを通過する前の状態を取得するため、ステートをウェイトイン100の前に移動します。ステートメントプロパティウィンドウのスタティスティクスでスタティスティクスを選択します。ワークがセンサーを通過するまで待機している状態のため、ステートでアイドルを選択します。アイドルは何も処理を行っておらず、すぐ使用できるよう待機している状態のことを言います。ワークをカウントするための変数を用意します。サブプログラム、メインを選択します。ルーチンプロパティで新規変数を追加します。整数でワークの個数をカウントするため、整数変数を選択します。名称にカウントと入力します。値は0のままにします。ワークを3個目までカウントし、3個通過したらワークがストップするよう条件を分岐します。if ステートメントを追加します。デフォルトでは、then と else で2つの条件に分岐できます。今回は、ワークを3個までカウントする条件と、3個通過したらストップする条件の4つの条件に分岐する必要があります。if true にマウスオーバーすると、右にプラスボタンが表示されます。プラスボタンを2回クリックし、条件分岐を2つ追加します。ワークが最初にセンサーを通過したとき、つまり、カウントが0の状態でワークがセンサーを通過した場合を条件にします。if true を選択し、ステートメントプロパティのコンディションで条件を設定します。コンディションにカウント=0と入力します。thenでカウントが0の状態でワークがセンサーを通過した場合の処理を記述します。状態の設定を追加し、ロボットのステータスの統計情報を設定します。
ステートメントプロパティウィンドウのスタティスティクスでスタティスティクスを選択します。ワークをカウントする処理を行うため、ステートで busy を選択します。busy は何かしらの処理で忙しいため、他の処理を受け付けられない状態のことを言います。出力ウィンドウにメッセージを表示させるため、プリントステートメントを追加します。ステートメントプロパティウィンドウのメッセージにファーストパートアライブドと記述し、1個目のワークが通過したことを表示します。カウントを1にするため、変数割り当てステートメントを追加します。ステートメントプロパティウィンドウのターゲットプロパティに値を代入したい変数を入力します。カウント変数に値を代入するため、カウントと入力します。数式値にカウントプラス1と入力し、カウントを1にします。次の処理に移る前に、処理時間に余裕を持たせるため、2秒待機させます。遅延ステートメントを追加します。ステートメントプロパティウィンドウの遅延に2を入力します。else if でカウントが1の状態でワークがセンサーを通過した場合の処理を記述します。プロパティウィンドウのコンディションにカウント==1と入力します。前と同じ処理をするため、ステート busy からディレイ 2s までをコピーします。empty にペーストします。プリントステートメントのメッセージを変更します。プリントを選択します。ステートメントプロパティウィンドウのメッセージにセカンドパートアライブドと記述し、2個目のワークが通過したことを表示します。カウント変数にはプラス1が入力され、カウントが2になるため、そのままにします。else if で、カウントが2の状態でワークがセンサーを通過した場合の処理を記述します。プロパティウィンドウのコンディションにカウント=2と入力します。empty に再度ペーストします。プリントステートメントのメッセージを変更します。プリントを選択します。ステートメントプロパティウィンドウのメッセージにサードパートアライブドと記述し、3個目のワークが通過したことを表示します。カウント変数にはプラス1が入力され、カウントが3になるため、そのままにします。ワークが3個目までカウントされるため、else でシミュレーションが一時停止する処理を記述します。出力ウィンドウにメッセージを表示させるため、プリントステートメントを追加します。ステートメントプロパティウィンドウのメッセージにストップと記述し、ワークがストップしたことを表示します。シミュレーションを一時停止するため、停止ステートメントを追加します。シミュレーションを実行します。1個目のワークがセンサーを通過後、出力ウィンドウに1個目が到着したことが表示されます。2個目以降は、出力ウィンドウにメッセージが表示されていません。サブプログラムを確認すると、処置中を表す緑の丸も表示されず、プログラムが処理されていないことがわかります。ループ処理がされていないため、最初の前のみ処理され、else if の処理が飛ばされている状態になっています。シミュレーションをリセットします。ループ処理を設定します。3D ワールドのロボットをクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウのエグゼクタータブを開きます。ルーピングにチェックを入れます。シミュレーションを実行します。1個目のワークがセンサーを通過後、出力ウィンドウに1個目が到着したことが表示されます。続いて、2から3個目のワークがセンサーを通過したことが表示されます。3個目のワークが到着後、シミュレーションが停止します。シミュレーションをリセットします。条件分岐のプログラムが完了後、ワークがセンサーから離れるまで待機します。バイナリ入力待機ステートメントを追加します。ステートメントプロパティの入力ポートを100にします。入力値にチェックは入れず、フォルスにします。ロボットのステータスのパーセンテージをグラフで可視化します。
ホームタブを開きます。統計情報を選択します。統計情報ウィンドウが表示されます。レイアウトは、一列一行の標準ダッシュボードが選択された状態で、クリエイトボタンをクリックします。ロボットを選択します。テンプレートチャートのステータスを選択すると、グラフが作成され、アイドル、ビジーなどの状態に関する項目が反映されます。ステータスウィンドウのデータの期間で、データの表示時間を指定します。ラストインターバルは、前回と今現在の間隔の状態を表示します。シミュレーション作動は、シミュレーション実行時間の全体における状態の割合を表示します。今回は、シミュレーション作動を選択します。統計情報を1秒ごとに取るため、統計情報の間隔に1を入力します。シミュレーションを実行すると、プログラムで設定した状態に合わせて、グラフの状態も表示されます。ロボットのプログラムを使用し、統計情報を表示する方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。